ということでスワンナプーム国際空港に到着しました。今朝の2時半を過ぎたところなんですが、今日日付が12月2日で、タイトルにもあります通りね、中国の入国に関してね、ビザが、必要なくなりました。11月30日からね。で早速今から中国にね移動しようと思いますので、ビザなしで入れるようになってから一発目のところになりますので、その様子を皆さんにちょっとお届けしたいと思います。この動画では結構中国をね攻めてるというか、いろんな都市にね、このコロナ明けからまだビザがね免除にならずにトランジットビザとかを駆使してですね、散々入国してきたんですが、いよいよねノービザで入れるようになったということで30日、今まではね確か15日だったと思いますけども、ちょっと増えたというかね、1ヶ月入ることができるようになりました。で他の国と同様ですね、そのまま航空券さえ買えば入国できるという状況になりましたんで、中国行きたい人にとってはね非常に便利な、状況に戻りました。それで今から一旦上海に行きまして、そこで中国の入国を行っていきます。で今からチェックインカウンター行きます。久しぶりに深夜便というか日付またいで、もう2時半にはスワンナプームに来てるということで、かなり辛い状況です。私は夜弱いんで、もう一睡もせずに今から上海に移動するという形になりまして、ちゃんと動画撮れるか心配です。今から私が乗る航空会社は、中国東方航空ですね。私の原点に近いような昔よく乗ってたんですけども、ここ最近も何回か乗りましたかね。これから東方航空のエコノミーでですね、だいたい5時間ぐらいのフライトで、上海に行きます。すいません、もう眠くて、口が回ってないかもしれない。飛行機の出発時間朝の5時なんで、もうすでにね2時間半切ってるんで、出発までねもうできると思います。チェックインが今回のビザなし渡航がね復活した、最大のメリットは中国経由でね、いろんな都市に行くときに安く行けるということですよね。乗り継ぎになるんでちょっと時間と手間はかかるんですけど、とにかく安く行きたい人、そういった人向けにはかなり喜ばれるかと思いますし、もともと中国経由なんかしたくないよっていう人、航空券そんな高くてもそんな安くなくてもいいっていう人はあんま関係ないとは思うんですけど、とりあえず原点みたいなもんなんで、私の今回これを利用して、日本方面に向かっていくという感じで行きます。こちらが S カウンターの中国東方航空チェックインカウンターかな。そんなに混んでないね。東方航空の横がロシアの S7 ですね。S7 エアラインズ、やはり中国とロシアは仲良しですね。それで今チェックインしてるんですけど、日本人はねノービザで入れるようになったと、伝えてるんですけど、スタッフの人たちがそれを知らないというか、いやビザいりますよっていうので、いやいらないんですけどって言って、で今確認しますみたいな感じで、今確認してて全然なんか進まないです。そう、これはねちょっと予想はしてたんですよね。現場の人たちがそれを知らないと今まで通りねトランジットビザで入る手続きを始めてしまうので、ちょっとそれはちょっとめんどくさいというかで、あんまり信じてくれないので、お客さん側からいや大丈夫ですよと言っても、いや違うっていう風に言って調べてます。本当は入れるんですけどね。これはあるあるです。この制度が切り替わった直後だと、コロナの時よくこういうの経験しました。久しぶりですね。とりあえずチェックインできたんですけど、1時間ぐらいかかりました。というのもね、何があったかというと、僕を担当した今チェックインカウンターのスタッフの人がね、もうやっぱり全然なんか分かってなかったというか、その制度の切り替えが追いついてないんでね、しょうがないとは思うんですけどね、こっちの説明あんま聞いてくれないんですよ。でなんかオンラインチェックインをしてある状態のものを見せろって言ってきたんですけど、中国ってそもそもオンラインチェックイン多分できないと思うんですよ。で僕の中国を出るねチケットは予約確認書の e チケットしかないんですよ。でそれがないと乗せれないから、乗りたければチケットを買い直して違うやつを買えとか言ってきたから、それおかしいだろうと思って、今までそんなことなかったし、ビザが必要な時ですらね、でちょっとちゃんと調べてくれって言って、でチーフの人来たんだけど、タイ語全然僕分かんないんで、なんかタイ語でずっと話してて、で俺が間違ってるってもう決めつけて物事を進めてるんですよ。それで全然進まないから、ちょっともう自分もちょっとイライラしてきてちょっと早くしてくれと。でもうあと搭乗まで1時間なんですよね。でそこから多分詳しい人が来たら、結局その人のミスだったんですよね。思い込みだったんですよ。それでその彼女のミスが分かった途端に今度ふてくされ始めてでなんかすごいいやいややりだして、パスポートもこうポンと置くし、説明をなんかうわーって言って、はいどうぞチケット、はいどうぞみたいな
感じだったんで、ちょっとマジでムカついて久しぶりにちょっと切れそうでした。もうちょっともう朝だったんで、ね、切れる元気ないんですけど、で結局はそういう風に分かってなかっただけだったんですよね。で普通にチケット発行されたし、なんかシステム上オンラインチェックインをしてないとダメなんだっていう風に言ってて、でもオンラインチェックインのできる期間って大体早くても48時間前じゃないですか。で私が今度中国を出国するのあと3日あるんですよ。3日先なんですよ。オンラインチェックインがあったとしてもできないと思うんですよね。しかも今までそんなこと言われたことないし、なんで久しぶりに、あんまりタイの空港でこういうなんか腹立つこと少ないんですけど、朝方で多分ねあんまやる気がない状態のスタッフだったんでそれで自分のミスをねちょっと発覚してイラッと向こうもしてたみたいで、だから俺の言うことを翻訳して見せたやつでやってくれればよかったやんと思ったんだけど、なんだかんだとりあえず、チェックインできました。もうすでに疲れましたなんで本当だったらねもうスムーズに今までみたいにどこのホテルに泊まるとかそういうのも書かなくてもいいし、サクッとチェックインできるようになったはずなんですけどね、それがまだ航空会社によっては浸透してない。しかも今回中国東方航空ですからね、中国の航空会社なのにそれができてなかったという、スタッフの方はねどこなんだろうね、委託されてやってるような人です。中国東方航空のスタッフじゃないです。なんでそれでだいぶ手こずったというか時間がかかってしまいました。結局すごい時間かかったんでビザがある時と同じぐらいなんかチェックインが大変だったですね。でもこれ稀なケースだと思います。運がなかったということにしましょう。ということで保安検査と出国審査終わりました。この時間なんでねもうガラガラで瞬殺で終わりましたけど、あと30分ちょいぐらい時間あるんで PP のタバコのセールランジでタバコだけ吸いに行きます。先ほども言ったかもしれないですけど上海まではね5時間ぐらいのフライトで、予定では午前中の10時過ぎぐらいにはプードン空港に到着すると思います。とりあえずね今回はそこからまた国内線に乗り継いで行くというのがちょっとポイントになってまして、普段だったらね今までのトランジットビザだと指定されたエリアで指定された時間しか滞在できなかったんですが、今回これでも30日間であれば中国国内ね基本的にどこでも自由に動けるようになりましたんで、それを試すという感じで今回やってるんですけど、こちらのメインターミナルで唯一タバコが吸える PP のねミラクルラウンジですね。間違えました。もう1個先のミラクルラウンジですね。ややこしいんですよね。そう D の5番の方なんですよね。今 D の6番に入ってました。ということでスモーキングエリアがある PP ラウンジ入りました。食事はちょっともう食べないです。飲み物だけもらってきましょう。タイはもうハイシーズンに入りましたんで湿度もかなりなくてですね、カラッとしてて夜結構涼しいんですよね。今この黙々所私しかいないんで暑くないですしいいですね。チェックインにあんな時間かかると思わなかった。あそこでだいぶスタミナというかなんかメンタルもそうですけど使ってしまいましたね。もう飛行機の中乗ったらすぐ寝ようと思います。5時間もねまた微妙に長いんだよね。で飛行機多分ちっちゃいやつですし320とか737かなで人いっぱい乗ってそうですしね。でもプードンバンコクは結構便数が多くて1日ね4か5往復ぐらい飛んでるんですよね。東方航空、あと上海航空もあるんですよね。なんで意外と分散されてるかもしれないですけどしょうがないですね。今回のチケットはねいくらだったかな、3万ぐらいですかね、上海まで。なんで安い時だと例えば名古屋、上海、バンコクで2万ちょっととかで売ってるんで、今回上海までで3万ぐらいだからそんなに安くないんですよ。安い方ではあると思いますが、だから今回そのビザなしで入れるようになったっていうのために使ってるだけで、そんなお得感がある感じではないですね。むしろね、ちょっとこれだけ飲んでタバコ吸ってからもうゲート行きます。それではゲートに向かいましょう。今放送がかかってますね。もう今搭乗開始したみたいです。ちょっと急いでいかないと。おそらく次回の動画にはなってると思うんですけど、上海から乗り継ぎをしてですね中国国内に移動するフライトはそんなにね時間は余裕を持ってあるんでギリギリじゃないんですよね、乗り継ぎの。だから多分間に合わないってことはないと思うんですけど、なるべく遅れないで行ってほしいですね。E の9番ゲートなんでまた一番奥ですね。俺乗るとき大体いつも一番端っこ多いな。
この前 ANA も一番端っこだったもんな。着きました。 E の9番ゲート FM848 便。上海航空の運航なんだね。飛行機が東方航空じゃないわ。まだ始まってないですね。ということで搭乗が開始します。すごい、こんなたくさん乗るんだ。めっちゃ混んでるな。パンパンですね、きっと。ということでゲートくぐりました。乗ってきます。ということで席に着きました。早速赤ちゃんが泣いております。で機材は、737-8 で、前から2番目でした。エコノミーでもかなり前の方でしたね。LCC じゃないんでやっぱちょっと広く感じますね。エコノミーでも拳2個ぐらいあるわ。モニターとか、電源はないですね。はい、これで5時間単通路の飛行機でちょっと厳しいかなと思いますけど、意外とこういうちっちゃい飛行機で5、6時間っていうのはアジアではざらにありますよね。ヨーロッパでもあるかな。はい、まだ真っ暗なんで景色はほとんど見れないですけど、てっきり中国東方航空だと思ってました。上海航空の飛行機だったんですね。同じ会社ですけどね、両方ともスカイチームで、うまいこと多分強調してやってるんだと思います。上海航空に関しては私これで初めて乗りますね。おそらく満席に近い感じの搭乗率ですね。隣に来なかったらいいですけど、私ノンステータスなんでスカイチームに関しては、なんで、前の方になってるだけ運がいいのかなと思いますけど。Ladies and gentlemen, upright FM 848 is bound for Shanghai Pudong International Airport. For some reasons, you are not permitted to use the 对蓝天的叩问，都是一次全新的探索。从中国到世界，无论出发还是归来，上航半年，筑梦启航。客舱内有8个应急出口，每个出口均标有明显的出口。感谢您一直以来对中国东方航空旗下上海航空和 Welcome to Shanghai Airlines affiliate to China Eastern. This flight is bound for Shanghai. Our flight time is 3 hours and 40 minutes. フライト時間ね、5時間って書いてあった気がするんですけど、ちょっと勘違いだったみたいですね。3時間40分で着くみたいなんで、そうか、時差が一応2時間ありますからね。いや、1時間か。どうなんだろうね。でも今3時間40分って言ってましたけど、短いなら短いだけいいです。食料が使われた緑色のケーキ、開けてみました。こんな感じで、多分ねパッタイみたいな麺が入ってます。平打ちの米粉麺みたいな、でこれがじゃあ鴨肉なのかな。チキンではないですよね。
国际机场，请保持安全带系。再次检查ということで、ほぼ座位定国に确认上海プードン空港に到着しました。Thank you. ということで久しぶりのプードン空港ですね。とりあえず今から入国審査ですけど、久しぶりのノービザ入国なんでどんな感じになるんでしょうか。ということで中国の入国完了いたしました。結構ね混んでまして1時間ぐらい並びました。混んでるっていうのでねかなり待ちがあったんですけど、で今第2ターミナルの方に向かって移動しております。第1ターミナルから第2ターミナルまで結構遠いですよね。歩くと前1回歩いたことあるけどこんな遠かったっけってぐらいひたすら歩いてます。ということで改めまして中国入国の方ね完了いたしました。ノービザ解禁になってから、初めての入国で、昔のねコロナ前と同じような感じで、サクサク入国することができました。ただ結局ね入国カードとか書かないといけないんで、確認のなんかあれを見せろみたいなそういうのはないですけどね、帰りの飛行機の、便名と行き先で、あとどこの町に滞在して、ホテルのね名前とか住所書くっていう紙があるんですけども、あれ飛行機の中で配られたり、その辺にいっぱい置いてありますけど、それを書いてイミグレーションに出すっていう作業があるんで、結局は、トランジットビザの時みたいに書いたりすることが発生しますんでね、それでも時間はその作業だけだったら早いかなって、今までのようなねビザのシールを貼るとかスタンプでっていうその作業がないんで、普通の一般のね入国できる外国人レーンで、全て完結するので事前にいろいろごちゃごちゃやる必要はなくて、その辺はやっぱ楽だなと思いました。あとはねやっぱり外国人の方が、こちら上海なんでね、多いとは思うんですけど、以前よりもやっぱりこのビザなしになった国が多いんでね、日本のパスポートはすごい最後の方でしたけども、日本人の方もやっぱり多くイミグレーション並んでましたし、空港内もいるなっていう感じはします。とりあえず今回の動画はねこのビザなしで行けるようになった、一発目の、どんな感じの、ね、流れでいくのかっていうのをちょっと動画にしたかったんで、ちょっと短いんですけど今回これで終わりたいと思います。で次回なんですけど、私が今回ビザなしになってからねちょっと行ってみたいなと思ってた場所がありますんで、ね、中国国内のこの後こちらのプードン空港の第2ターミナルから国内線に乗って移動してそちらの街の方にですね移動しようと思いますので、それは次回お届けしたいと思います。ちょっと今回の動画短いですけどこれで一旦終わります。ご視聴ありがとうございました。